はい。結果は散々の C- 判定。びっくりするくらい打ててないです。皆さんこんにちは。ガジェットバジェットのなおです。過去何回かキーボードにまつわる動画を公開してきました。自分としてはいろいろカスタムしたり、それなりにキーボード沼を楽しんでいますが、まだ未開拓の領域がありました。分割です。そう、左右に割れているキーボードです。アリス配列は相当昔ですが、使っていたことがありました。マイクロソフト社が出していたナチュラルマルチメディアキーボードという、その名の通り、キーボードの上部にマルチメディア系のボタンがついている、真ん中が少し盛り上がっており、ハの字に湾曲しているキーボードです。もう20年くらい前、Windows がまだ XP だった頃だと思います。当時はアリス配列という言葉も知らず、先輩からもらったものでしたが、今思えばあのキーボードがアリス配列との出会いだったのかなと思っています。打ち心地は良かったですが、やたら大きくてデスクスペースを大幅に取っていた記憶がありますね。さて、話を戻しますが、今回は分割キーボードコルネ V4 をレビューします。早速開封していきましょう。今回はアリエクスプレスで購入しました。購入時の価格は3801円でした。包みの中は包み、箱ではないんですね。さらに包みが出てきましたね。コルネ V4 なんちゃらと書いてあります。なんか出てきた。これはきっと左右のキーボードを接続するケーブルですね。これ本体？こんな風に梱包されているんですね。シンプルというか、なんというか、キースイッチもキャップもないので、これだけ見るとおよそキーボードとは思えないですね。そして本体、薄いですね。これが片手分。スマホより一回り大きいくらいでしょうか。上部にはタイプ C ポートが見えます。アクセサリーはこれだけでしょうか。ゴム足がありますね。これがないとツルツルと本体が動いて打ちづらいでしょうね。しかしこのケーブルの端子、なんか見たことあるような。これってもしかしてイヤホンに使われる 3.5mm ジャックと同じでは？マニュアル類はなく、中身は以上です。とってもシンプル。さて、このままでは動作確認もできないので、まずはスイッチとキーキャップをつけていきましょう。以前公開したオーラ F75 の動画で取り外したレオボグリーパースイッチと F75 のキーキャップがありますので、それをつけてみましょう。さてさて、作業しながらスペックを。あれ？今回は登場しない？読んだか？今回はキーボードか。分割タイプを買ったんだな。コルネ V4 は初心者から上級者まで幅広く人気の高い自作キーボードの一つだ。左右に分かれたコンパクトな 40% キーボードでエルゴノミクスに基づいた設計とキーマットを自在にカスタマイズできるのが魅力だ。なおが買ったのは RP2040RGB バックライト対応のものだな。ホットスワップ対応だから好きなキースイッチ、キーキャップを使ってカスタム。もうやっているのか。じゃあ説明はもう不要かな。これマニュアルも付属してなくて、どうやってキーマップを設定したらいいの？これは QMK やバイアルに対応しているみたいだな。どちらでも良いけどバイアルの方が簡単だぞ。インストールして設定するだけだ。なるほど、ビアではなくてバイアルですね。試してみます。感覚としてはビアと同じだから見ればわかると思うぞ。じゃあまたな。さてさて、程よく作業も終わってきました。キーキャップは複数混合になりましたね。なんか打鍵感に違和感が。これはもしかしてチェリープロファイルのようなキーに傾斜がついているからかもしれません。
せっかく余っているキーキャップを再利用しようと思いましたが、これを使うことにしました。ジュセンダというブランドのブルーキャットキーキャップです。高さが均一の MOA プロファイルでアリエクスプレスで1637円でした。これに付け替えましょう。はい、できました。とりあえず打鍵音を聞いてみましょう。キースイッチがむき出しになっているためか、とても軽快で心地よい音が出ますね。猫ちゃんがなかなか可愛らしいデザインで、色味も本体となかなかマッチしているのでいい感じです。打鍵感もやはりこちらの方が打ちやすい感じがしますが、カラムスタッカード配列に慣れる必要がありそうです。カラムスタッカード配列というのはこの上下各列の縦軸が揃っているのが特徴です。一般的なキーボードはロースタッカード配列といい、各列が少しずつ横にずれていますね。これはタイプライターの名残らしいです。確かに右小指の P とか左小指の Z なんかはロースタッカードに比べて入力しやすそうですが、体がもうそれに慣れてしまっているので逆に打ちづらいかもしれません。ではバイアルを見てみましょう。あ、本当にインストールして起動するだけですね。とても簡単です。なるほど、デフォルトではこういうキーアサインになってるのですね。ビアと同じように各レイヤーから特殊キー、マクロなど様々なカスタムが可能です。もちろん RGB カラーパターンの変更もできます。数字キーはレイヤーが分かれており、レイヤーキーとの組み合わせで入力が可能ですね。まずはデフォルトのまま使ってみて、使いにくいところからカスタムしていく感じがいいのかな。では一旦このままタイピングをチェックしてみましょう。使うサイトはこちら e タイピングです。おお、打鍵感はすごく気持ちいいです。手を肩幅に広げられて無理のない姿勢で打つことができますが、めっちゃミスる。普通のキーボードの感覚で打とうとするとキーの位置が微妙に違うので指が迷子になります。 Y とか B とかどっちの手で打つんだっけ。手脳がバグる感覚です。 G も難しい。 X をタイプしてしまいます。はい、結果は散々の C- 判定。びっくりするくらい打ててないです。もしかしてと思い普通のキーボードでも試しましたが、結果は S 判定でした。これはやはり慣れが必要みたいですね。というわけで今回は分割キーボードコルネ V4 をレビューしましたが、いかがだったでしょうか。正直使いこなすには数日から数週間の慣れが必要です。特に普段のキーボードでタッチタイピングに慣れている人ほど違和感を感じるかもしれません。ですがその壁を越えた先には肩こりからの解放と自分だけの最強の入力環境が待っています。アリス配列のようなエルゴノミクスキーボードに興味がある方、普通のキーボードに飽きてしまった方、そして何よりデスクワークの疲れを少しでも減らしたい方には挑戦する価値が大いにあると思います。皆さんはこの分割キーボードありですか？なしですか？ぜひコメントで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。